スマホを床に置いて見ながらやりましょう。まず、右の足の指、どこまで曲がるかチェックしましょう。手を使わずにここまで曲がってほしいです。悪くても手を使ってここまで曲がってほしいです。手を使ってもここまで曲がらない人は硬い証拠です。では反対を見ていきます。理想は手を使わずにここまで曲がることです。手を使ってここまで曲がれば、まあ問題なしかなという感じです。で、逆に手を使ってもここまで曲がらないと硬い証拠です。で、もう一つチェックやっていきます。体育座りのように座ってもらって手は床ついて大丈夫です。そのまま足首を手前にグッと起こしてほしいんですが、この時に浮き指の人は指がこうやって反っちゃいます。指を反らさずにこうやって足首を起こすことできますか？この2つビフォーアフターで変化出ますので最後まで一緒に頑張りましょう。まずは体育座りのまま手は床について足首を手前に引く練習です。こんな感じです。指は反らずにグッと引く。グッと。限界まで引く。戻す。足の指は反らないようにですよ。呼吸は止めないようにして、肩も変な力入んないようにしてくださいね。特にヒール履く女性とかはね、もう指が反っている状態が当たり前になっちゃうので、こうやってね、指を反らないで足首を起こす練習しましょう。どうしても難しい方は、手でね、こうやってサポートしてもいいです。手でこうやってサポートしても OK です。指反らないで、しっかり起こす。OK です。次は、こんな感じで足を手前に引いて、こっから指を使って歩きます。こうやって足の指だけで前に進めますか？進む。限界まで進んだら、一回戻って、足指だけで進む。手は床ついてるといいですからね。あんまり肩だけ力入んないようにして、足指使って進む。釣りそうって方はね、釣らない範囲でいいです。こんな感じです。どうですか？布団の上でもね、できると思います。進めない方はね、ゆっくりでいいのでこうやって練習してみましょう。浮き指の方はね、これがかなりきついと思います。頑張って、しっかり前に進んで、OK! そしたら次、右足を前に出します。で、このまま手でつま先を掴みましょう。膝の裏、ふくらはぎ伸びれば OK です。どうしてもね、つま先掴めないよって方は、手はこんな感じでいいので、自分の力でね、つま先をこっちにぐーっと引きましょう。ふくらはぎ、膝の裏伸びてれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。頑張れる人はね、ちょっとずつ前に進む。空いてる手で膝を伸ばす。膝の裏、ふくらはぎ伸びてれば OK です。呼吸止めないことと、肩ね、変な力入れないように意識をしましょう。OK、逆足いきます。次は左足を伸ばして、手でつま先掴みましょう。掴めない人は、この辺でいいです。なるべくつま先を手前にぐーっと引くと、ふくらはぎ、膝の裏伸びてくると思います。掴める人はしっかり掴みましょう。呼吸止めないようにしましょう。なるべくね、膝伸ばしておいた方が良いと思います。結局、足の指がね、あそこまで曲がらない原因なんですけど、筋肉とか筋膜とか細かいのがね、足の裏からふくらはぎまでいろいろついてるので、どっかしらが硬いんですが、こうやってね、全体的にやっていくと少しずつ曲がるようになるので安心してください。呼吸止めないようにしましょう。OK。そしたら次は、こんな感じですね。右足ちょっと前に出してもらって、手を使って足の指を限界まで曲げる。ゆっくり反らせる。曲げる。反らせる。これ繰り返していきましょう。これつらない範囲でいいですからね。自分がね、楽な体勢でいいです。こうやって足寝かせて、足指曲げる。反らせる。やってもいいし、立てておいて、こんな感じで反らせる。曲げる。繰り返してもいいです。ゆっくりでいいです。普段動かさない範囲まで手を使ってね、しっかり反らせる、曲げるやりましょう。呼吸は止めないで、肩ね、変な力入らないように意識を続けましょう。OK。次反対足いきます。そしたら次は左足前に出して、左足の指を手を使って曲げる。ゆっくり反らせる。曲げる。反らせる。繰り返しましょう。呼吸は止めないようにして、ゆっくり反らせる。曲げるです。つらない範囲でいいですからね。やりたいことは、こうスピード、テンポよくやりたいんじゃなくて、普段動かさない範囲まで指のね、曲げ、伸ばしすることですね。
曲げてしっかり反らす。どうしてもね、ヒール履く女性、こうやって反ってる時間が多いので、ヒール履くなとは言わないので、なるべくこうやってね、毎日曲げる時間を作ってあげると良いと思います。OK。そしたら次、一回ね、ちょっとこんな感じで足伸ばして、大きく足首回しましょう。こんな感じ。普段動かさない範囲でね、大きく回す。膝曲げててもいいです。なるべく大きく足首回す。で、どっち回してもいいです。時計回し、反時計回し。足首をね、普段動かさない範囲で大きくこうやって動かせてれば、それで OK です。肩ね、力入れないようにしましょうね。本当にこれやるとすごいむくみも取れるし、冷えもね、解消されるので、そもそものね、全身ダイエットにもかなりおすすめです。OK。そしたら次は、こんな感じの体勢取れますか？右足を立てて、しっかり、かかとまで足の裏しっかりつけた状態で、前に、ちょっと体重かけます。こうすると、ふくらはぎ伸びると思います。伸びますか？足の裏からかかとまでしっかり、床につけた状態で、前に体重かける。反対のこの左足をね、なんか楽な状態で、こんな風にしてもいいし、右のふくらはぎ、このアキレス腱のあたりですね、特に。伸びてれば OK。こうやってかかとが浮いちゃうと全く伸びません。かかとをつけたまま、しっかりまっすぐ体重を前にかける。もし、伸び方、伸びないよとかあれば、コメントで聞いてください。OK。逆足いきます。こうやってかかとを立てて、しっかり、かかとからつま先まで床につけた状態で、前にぐっと体重かける。ふくらはぎ。特にこのアキレス腱のあたりが伸びれば OK です。いまいち伸びないよって方はね、ちゃんとつま先と膝が同じ方向を向いてる方が、ぜひチェックしてみてください。伸びますかね。で、他にもね、僕の再生リストで、ふくらはぎのことを重点的にやってる再生リストとかもあるので、ぜひそちらもね、概要欄貼っておくので、ぜひ見てみてください。よし、OK、お疲れ様でした。最初のチェックもう一回やってみましょう。じゃあまず右足前に出して、指がどこまで曲がるか。理想は手を使わずにここまで曲がってほしい。手を使ってでも曲がれば、まあまあ合格点かなと。逆に手を使っても曲がらない方はね、かなり硬いです。反対もやってみましょう。左足前に出して、しっかり足の指曲げる。ここまでどうですか皆さん、曲がりますか？手を使ってもいいです。手を使っても曲がらない方かなり硬いのでね、ぜひ習慣にして、ここまで曲がるように頑張りましょう。よし、OK。じゃあ最後。もう一回、こんな感じで体育座りをしたら、足首をこっちに起こす。指が反らないで、足首だけこっちにグッと。どうですか？できるようになりましたか？どうしてもね、浮き指、こう指が反っちゃう人は、普段からね、反らないように意識してあげるとか、開く時間をね、減らすと良いんじゃないかなと思います。OK、お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。まず、両足を立てます。このまま揺らしていきます。こんな感じです。まず、リンパマッサージの前に、足を揺らして温めてます。足の裏のツボのマッサージは、足先が冷えたままだと良くないので、まず、ウォーミングアップしています。呼吸を止めないようにしましょう。この次が足の裏のツボのリンパマッサージです。OK です。そしたらまず、こんな感じですね。右の裏、足の裏のツボ、リンパマッサージからしていきます。この土、踏まずあたりからやっていきましょう。こんな感じです。まあ、痛気持ちいいぐらいで土踏まず付近をマッサージしていきましょう。あんまりね、こう、力を合わせにギュッギュッて、足のリンパマッサージするんじゃなくて、痛気持ちいいぐらいで、リンパマッサージをやっていきましょう。ちょっとずつね、足先が暖かくなってくるのがわかると思います。こうなんでもね、なんかもう、強く足の裏のツボを押しまくればいいってわけじゃないので、痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。なんか押しやすい体勢、こうでも、こうでも、自分がやりやすい方にやってみてください。OK です。そしたら今、土踏まず押したので、もう少し上ですね。この足の指の付け根あたりをマッサージしていきましょう。もうこの小指から、親指までまんべんなくやっていきましょう。で、おそらくね、どっか硬い、痛いなってところあると思います。僕はこう、外重心なので、小指側が硬いんですが、特にね、硬いところ見つけたら、そこの足の裏のツボ、意識して、リンパマッサージ、やっていきましょう。呼吸止めないようにしましょ
リンパのね、流れを良くして、血流良くして、代謝良くして、痩せやすい体、疲れづらい体になりましょう。呼吸はね、止めないようにして、なんかこの手はいいです。自分が押しやすい体勢で OK です。よし、OK です。では、足の裏のツボのリンパマッサージ終わったので、手で、こう、足の指の隙間にこうやって手を入れます。で、この状態でこう、動かします。足の指の隙間を手の指で広げるイメージ。こう左右に動かす。で、これ痛い方結構痛いと思うので、無理せずね、まあ痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。こう足の裏のツボのリンパマッサージはズボラストレッチで普段入れてないんですけども、やっぱりこの冬の季節ね、特に足先が冷えて、それで代謝が悪くなりますので、ちょっと今回は多めに入れてみました。呼吸を止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら右足立てます。こんな感じです。で、立てたら、両手でこうふくらはぎをもう掴む感じですね。で、絞りながら下から上にリンパマッサージです。呼吸止めないようにしましょう。下から上に絞り上げる。もう雑巾ねじるイメージですね。こう重力で下に溜まった、血液をね、上に戻してあげる。血流の流れを良くしてあげましょう。呼吸止めないようにしましょう。で、あんまりね、肩こう力入らないように意識しましょう。で、もし立ててるのきつかったらいいです。こう、寝かしちゃってもいいです。下から上に雑巾絞るイメージで、呼吸止めないようにやっていきましょう。よし、OK。